はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、これです。リンゴ。実は、1月、半ばくらいかな、一番最初初めてですね動画を撮った時にこのリンゴの、描いてるところを動画にしたんですけれども、その時ちょっとカメラの方の調子が悪くてですねしっかり撮影ができていなかったということで、作品は30分くらいかな、ちょっとねこうスケッチしたのあったんですけれども撮れてなくて残念ながらお蔵入りとなってしまいました。というわけでリベンジですね。今回はその、初心に戻ってリンゴ1個を、デッサンしていこうと思います。で今日の画面のサイズはですねこれ B3 サイズを半分に切った B4 の大きさになります。ちょうど B4 くらいですかね。四つ切りの半分、八つ切りくらいですかの大きさになります。で、大体ですけれども原寸よりちょっと大きいくらいにかけるかな。そんな感じで今日は右上から光を当てて左下に影が落ちてるこのリンゴの感じで描いていこうと思います。それでは早速進めていきます。だいたいこう画面の真ん中あたりに来るようにこの辺にしようかな。この辺で描いていこうと思います。描きながら、何度も言ってますけれども最初はこうちょっと柔らかめの鉛筆 4B くらいですかね、で大まかなリンゴの位置と影、右上から光が当たって左下のテーブルに影が伸びてると。でこの影までを今回は絵にしようと思います。どうでしょうね。テーブルの高さが80センチくらいあって、上から見下ろしているんですけれども、はい、こんな感じでしょうか。ちょっとリンゴ大きかったかな。もうちょっと小さめにしましょうか。でリンゴを描く時の、コツというかポイントというか、リンゴの見方については実はこの後でですねこの実際に描いてる動画とは別にリンゴの捉え方というか見方っていう動画を別で考えていまして、それは、この後になるかこの前になるかちょっと分かんないんですけれども撮ったのを上げようと思っています。形取りをする時のポイントだったりリンゴがリンゴらしく見える、そのどこを強調するとリンゴらしく見えるのかなとか、なぜリンゴらしく見えるのかみたいなそういう捉え方ですね、書き方というよりもその見方捉え方みたいなのをね別で一本取ろうと思っています。はい、ここの部分この辺がこうヘタ、中心になりますかね。こんな感じで確かこれは津軽だったかな、さっきスーパーで買ってきたリンゴなんですけれども、アトリエに普段描いているモチーフで用意しているリンゴがちょっとね色が悪くなっていたので急遽さっきスーパーで買ってきました。確か今年、取れたばっかりのリンゴだと思います。青森産だったかな。はい、例えばこんな感じで、今だいたい丸いんですけれどもよく見るとちょっとだけ縦長細長いような感じがしてるってことと、光が当たって左下この辺りから下が、影に見えている、暗く見えているっていう感じで大まかな位置と、影の暗い形ですねを書き入れてみました。あとここねヘタがちらっと見えているんですけれどもこれ結構ね短くちょん切られているんですが、これね絵を描く場合にこのヘタって結構重要になってくるのでこういったところはね実際こうモチーフが短かったんですけれどももうちょっと長いことにしてあげるっていうかねこういったところはねフィクションってわけじゃないですけれどもよりリンゴらしさを出すために気持ちこれ長かった方がいいんじゃないのっていうふうにねかっこつけてあげた方がリンゴらしさ出ると思います。はい、大体の位置こんな感じでいこうと思います。で構図こんな感じなんですけれどもちょっとね近づけて、なるべくね大きく見えるようにここから先は
はい、こんな感じで書き進めていきましょうか。これで両方画面に入ってるかな。リンゴと影とモチーフですね。はい、少しこう大きく見えるようにして書き進めていこうと思います。はい、ピント合ってるかな。はい、こんな感じでいきます。まずね、ここから先なんですけれども、白い布、床の明るさに対してリンゴって、赤色、結構圧倒的に濃い色なんですよね。今回濃い色のリンゴを選んだんですけれども、というわけで光が当たってるこう明るく見えるところ、ハイライト別格なんですが、ハイライト以外のこう明るく見えている光の当たってる日向部分の赤い色は、そこも含めてですね、まずリンゴ自体の固有色、明るいんだけれども、赤色が濃いので、まずねこの辺でちょっと全体に、ね、色つけてみようと思います。例えばこんな感じで、どうでしょう。明るいところの赤色を白黒に直したら、明るいところの赤色、このくらいまで暗くしてもいいんじゃないでしょうか。腹を使ってちょっと色塗りしておきます。ダーッと。はい、今色塗りって言いましたけれども、どう言ったらいいんでしょう。言葉ちょっと使い分けてるんですが、描くっていうと形をこう立体表現するための描く作業と、これはまさにこう塗り絵と一緒で色塗りですね。面の向きとか全然関係なくて、その色面を単純に色で塗っている、鉛筆の腹を使って単純にこうフラットな平らな色面として塗っているって、塗り絵をやってるわけですけども、こんな風にね最初に調子つけてみてもいいと思います。まず白い布、白い紙、字に対して一番明るいところでさえこのくらい暗い調子というかね、リンゴの明るさ、逆に言うと暗さですけれども、このくらいあるんじゃないかな。どうでしょう。もっと暗くてもいいのかな。わかりますかね。この白い布に対するこの赤い色が白黒に直した時にどんなコントラストかっていうことです。例えばここ比べた時にもっと暗くてもいいくらいですよね。このリンゴの、赤い色を白黒に直したらもうちょっと暗くてもいいのかな。はい、こんな感じでもうちょっと暗くしてみましょうか。これ今 4B の腹を使って、紙の凸凹の表面に粉がつく程度にざっくりと色をつけています。はい、これで一応ベースを作っておきました。でここから先少し形をもう一回取り直していきます。まずこのヘタの部分というか中心に向かってくぼんでいるところ、この部分、鉛筆のタッチを使いながらこの引っ込んでいるところ、この部分は中心に向けて、形がねこうやってこうギューッと内側に、ちょうど火山の噴火口に向けて引っ込んでいくような、そういう向きのタッチ意識して鉛筆の先を使ってこんな風に描いていきます。で、見えなくなるこの終わるところですね、布と紙と接するあたりは、はい、丁寧に形、線がタッチが徐々に外側にこうはみ出ていくように、見えなくなっていくようにタッチを入れていきます。そして手前、この辺ですかね。ここが一番自分に近い、こう丸みの一番飛び出てるところですね。自分に近いところは少し筆圧を上げて、鉛筆も濃いめに強めにタッチをね、はっきりくっきり出るようにして、重ねていきます。線の向きはこの、リンゴの筋みたいなのがありますけれども、その向きに沿って例えばこんな感じで書き進めていきます。常に向きはこう移り変わっていくので、自分に対してこう正面向いて飛び出てきて見えているこの辺りは、結構垂直というかね、まっすぐなタッチ、こんな感じのまっすぐなタッチがメインになるかな。そして右側、中心よりも右側に行くにつれて書きにくいんですけれども、右利きの人にとってはこういう向きのですねタッチを重ねていきます。こんな感じ
で、今ね光と影、右上から光が当たって、この辺りが境目になってるかな。この辺までは光が当たっていて、ここから下は影なんですけど、その光の当たってる、光が当たっていない境目、ちょうど明暗の境目を描くように、境目を描き起こすように、重点的に手を入れています。タッチを重ねています。ちょうどこの辺りですね。この辺りからこの辺りにかけて。で、ここにピカッと光ってるハイライトはちょっと後回しにして、それはまあ見なかったことにして、光と影の境目の赤色がはっきり濃く見えているところですね。その辺りのタッチを入れていってみましょう。こんな感じでしょうか。で、感じとしてはね、ここからこういうラインで、一番濃い色、暗い色がこんな感じで来てるようなんですよね。リンゴのリンゴのこの辺りですね。ここからこの辺りにかけて、ここからこの辺りにかけて、この辺が暗く見えているので、今 6B に持ち替えましたけど、この部分がちょっと帯に見えてるかな、暗く見えている、濃く見えているかな。でここから下、この下半分ですね。そして接地面は、影の仲間になるので、この部分ですね、影の仲間になるので、あまり立体表現は私はしすぎなくてもいいかなと思います。単純にトーンを合わせてあげるっていうか、暗い色、ちょうど同じくらいの明るさ、暗さですねになるようにしてあげて、光の当たってる側はねしっかりとタッチを、ハッチングを多用して描写しようと思うんですけど、ここから先影の仲間、影の中に関しては、タッチをちょっと潰してですね、ガーゼとかでこすったりしながら影の中の世界はフラットに仕上げていこうと思います。そんな風にね、光が当たってる側と影の側をこう明快に分けて考えるっていうのもメリハリのあるデッサンを描く上で、重要になってくるかと思います。はい、だいぶ調子つきました。この辺でちょっとねガーゼで撫でてあげます。光が当たってないここから下ですね。ここから下は、影の仲間、髪の目をちょっと潰してあげます。床に落ちる影も同様に、陰と A ですね、影と影少しこうやって撫でて潰してあげます。髪の目を潰すことによって光が当たってる側とちょっと質感が違って見えてきたかと思います。ちょっとフラットなグレー、平らなグレーというかねになるように。でこのね、下に映る影の形、輪郭なんですけれども、これね結構皆さんその形をなぞろうとするんですが、私はこうやってねはみ出すように実際の影の形よりも大きめにこうやってね描いておいて、こんな風に少しはみ出すように描いておいてから、後から練りゴムでちょうどいい形になるように削ることをお勧めします。例えばこんな風にですね、先に描いてはみ出すように描いておいてから、後からこう練りゴムで周りをこうぼかしながら形を整えていく。そうするとね、自然なこう周りと馴染みやすくなるっていうか、空間の中にポコって置かれてる感じが出やすいと思います。はい、周りの余計なところ少し、消して整えました。どうでしょうか。ちょっと全体ぼやけていますね。ここから少しねメリハリをつけていこうと思います。どこからいこうかな。まずはこの辺り、リンゴよりもリンゴが接している床面、ここですね。床の方が少し暗い、濃いで、他に比べて一段強い影色ですね。ここですね。こんな感じで結構はっきりとくっきりと書き起こしておこうと思います。接地面やっぱり一番重要なので、
ここをしっかり描かないとなんか物が床に置かれてる感じって出ないんですよね。逆に言えばそこさえしっかり描いておけば、床に置かれてる感じ、テーブルが表現できるので、接地面は、他を描写するのとはちょっと別格別扱いというかね、特に大事に扱ってください。で周りは少しこうぼやっとぼかしながらこんな感じでしょうか。で次にですね、リンゴの影の中なんだけれども、この辺ですね、影の中なんだけれども丸みをちょっとだけね感じさせておきたい。ここら辺はどうでしょう。比べてみると、実際はリンゴの方が少し暗いですね。色が濃く見える。影色よりも少し暗く濃く見える。なのでリンゴの方を少し濃くしましょう。面の向きに沿ってタッチを重ねていきます。面の向きっていうのは、ここはねこういうタッチが裏側に回り込んで見えなくなっていくので、書き終わりも内側に入れるタッチじゃなくて外側に飛び出ていく。こうやってここ向こう側に回り込んでくれるように、向こう側に回り込んでくれるようにタッチを重ねていきます。この辺はどうでしょう。この辺はちょっと外側に向けてこんな感じかな。はい、この辺はどうでしょう。ここは下へ向けてで、濃く暗く見えてるのはこの辺ですかね。この辺もう一段階強い調子を入れていきます。結構赤色って濃いんでね、リンゴの赤って強い色なので、こんな風にグリグリと、筆圧もちょっと強めに入れながら描き進めていきます。でこうやって描いていくうちに、ね、鉛筆の先が丸くなってきます。丸くなってきたらその都度ね先を尖らせてください。カッターで削ってください。で私はね、例えば 6B4B 複数本もうすでに削って道具箱に用意してありますので、途中で削り直すというよりも持ち替えて、先の尖った鉛筆に持ち替えて書き進めていきます。受験生なんかもね、美大とか受験する受験生なんかも結構そうだと思うんですけど、途中で削ってるとね気持ちがそがれちゃうので、書いてる途中で削らずに済むように前もってよく使う鉛筆はね複数本、ちゃんとね先端をこう尖らして整えた状態でもうすでに準備して用意しておくといいと思います。はい、こんな感じでちょっと色の感じが、調子の感じがね、トーンが、光が当たってる側、暗い側、そして床に映る影って3段階くらいできてきたんじゃないでしょうか。はい、どうでしょう。でハイライトちょっと抜いてみましょうかね。この辺かな。少しピカッと光ってるところ、そしてこの辺りもちょっと抜いてみましょう。ここまで色がついてくると今度はね練りゴムを使ってね描いていけるので、明るい調子というか、明るい色としてね描いていけるので、早めにこう中間調子、ハーフトーンですねを画面に乗っけてあげるといいと思います。はい、あんまりやりすぎないでこのくらいにしとこうかな。はい、で、どうでしょう。実際のモチーフの方を見ると左後ろ奥側この辺り結構ね後ろから光ってるこう光がこう反射してきてるっていうか、逆光がこうリンゴの内側に入ってるようなそんな感じに見えるところがあります。特に左奥影の中の明るさですね、そういった部分は、丁寧に反射光というか逆光を描き入れてあげます。ただこれ影の中の明るさなので明るくなりすぎないように注意しましょう。はい、こんな感じですかね。ちょっと明るく、ここはリンゴの方が少し暗くて床面の方が少し明るいって言ってもこれ影、床に映る陰影の A なんですけれども、はい、この辺ですね。ここは影なんだけれどもリンゴの明るさというか暗さに比べると少し明るく見えているところ、
そしてリンゴの方が少し暗く見えているところだけど、この際は輪郭線を描きすぎないというか、はっきり線を引きすぎないで、反射光を意識した、少し光っているというかね、明るくなっている感じですね。でこういった反射光とか、逆光を表現する時には一旦こう暗く、鉛筆でねぐりぐりと描いて色をつけといてから、練りゴムで抜いたりガーゼで押さえたり擦筆でこすったりして、擦筆ってこういうやつですね、こういうやつでこすったりして反射光を表現してあげるといいと思います。紙の目をつぶしながら適度な明るさですね、明るすぎず暗すぎずっていうトーンに置き換えていく。はい、どうでしょう。だいぶ色幅増えてきたんじゃないでしょうか。光と影の境目、こういったところですね。で、リンゴ特有の筋みたいなのがちょっとあったりするので、練りゴムで画面表面を荒らしながら少しそういったディティールですね、リンゴらしさ、津軽でしたっけ、その品種に応じたですねこうリンゴ模様みたいなのもちょっとこう書き入れたりしていきましょう。はい、こんな感じで、だいぶタッチを重ねて、光が当たってる側ですね、光が当たってる側タッチを重ねてリアリティを出していきます。特に向こう側に回り込むこういう形の稜線ですね、見えなくなるギリギリまでしっかりとタッチを乗せていった方がいいです。特にこの辺りですね、よく髪の毛でいう何でしょう、天使の輪っかみたいな、そういうこう光を反射して一周ぐるっと回って見えるような、そうやってつながって見えるこう明るいところですね、そういったところは丁寧に向こう側まで追いかけて、見えなくなるギリギリまでですね追いかけていきます。でその時に形がね若干こうリンゴなんで、少しこう尖ってる部分、飛び出てる部分があったり、平らに見えるところがあったり、リンゴって綺麗なこう丸じゃないんですよね。やっぱりこう尖ってるところと平らなところがあって、その特徴をしっかり、意識して描いていくとリンゴらしさが出てきます。簡単に言うとですね、リンゴって五角形みたいな、角があるんですよね。で五角形って何かっていうと、花を見たことある人分かると思うんですけど、リンゴの花って5弁、花びら5つありまして、それに応じてこの実になった時もですね、なんとなくよく観察すると角が見て取れると思います。その五角形っていう張りのあるところがどこなのかをよく観察していくと、リンゴ独特のですね、特徴のある、リンゴらしさっていうか出てくると思います。はい、このヘタの部分ちょっと長めに描きましたけれども、このねヘタの影がリンゴのこの側面にこうちょっと映ってるんですね。でこの影もしっかり描いてあげると空間が出てくると思います。はい、ちょっとヘタ長めに描いておきますけれども、こんな感じですかね。はい、練りゴムで手の跡とかちょっと消しながらね、汚いところ消しながら描き進めていきます。はい、こんな感じかな。徐々にね鉛筆もね先を立てて先端を使って面の向きに沿って
タッチを入れていきます。不揃いなまだら模様というかね、リンゴ特有のちょっとこう筋みたいな線みたいなのも描き入れながら徐々にリアリティを増していきます。で、緑色に見えるこう中心に向かってね、なんかこう色が違って見えてるところ、全部がこうムラない赤じゃなくて、中心部分は少し青みがかった黄色というか、明るく見えてたりするんですが、そういった色の違いも、この中心部分に向けて芯の部分ですねはちゃんと描き分けてあげましょう。色が少し明るく見えてるところですね。はい、ヘタは少しだけ太めに、そして長めに、実際よりもちょっと誇張してというかね、強調して描いています。そうすることによって、よりリンゴの特徴というかね、らしさが出るのかなという狙いのもとで、実際は短くちょん切られてるんですが、少し長めにね。でこの形なんですけれども、ここから先のこの切り口なんかは、これはある意味記憶ですね。今まで描いたリンゴがこんなリンゴが多かったなっていう私の記憶で、こんなその仕上げというか、ヘタのねこの終わり方は、今まで描いたリンゴの印象で描いています。はい、どうでしょう。ここの部分がもうちょっとね形しっかりしたいですね。この辺が飛び出ているところ、光が当たっているところが徐々に奥へ向かっていくと。で飛び出てるのはね、一番近いのはここなんですよね。でここがやっぱり自分に一番近く見えてくれるように、筆圧も強く、そして鉛筆の先を使って鉛筆を立ててですね、コントラストの強い、鮮やかな赤色を白黒直していくわけですけれども、あまりこすって鈍い黒にならないように、鮮やかな黒になるように描いてあげます。この部分が自分に一番近い、飛び出て見えるというかね、はっきり見えるように描いていってあげます。はい、どうでしょうか。こんな感じで、形の上ではだいたいいいんじゃないでしょうか。そして回り込む右奥ですね、左奥のここの反射光の話しましたけど、右側も同様に、布に、床に当たった光が反射してこう映り込んできてるんですよね。なので、このバッグの地の紙との当たりも場所によってちょっとずつ変わってくると。そこを書き分けるというか、場所によって変えていってあげます。はい、この辺もちょっと削ったりしながら、はい、どうでしょう。こんな感じで、ちょっとねライトが強く当たりすぎてて暗く見えないかな。どうでしょう。こんな感じに、はい、なりました。ハイライトの周りもうちょっとだけ整えていきますね。ここ、大体ここら辺まででリンゴらしさ出てきてるかと思うんですけれども、ここから先は時間の許す限りね、書き込んでディティール描写していくと、より深く、リンゴのらしさが出てくるかと思います。とりあえず光が当たってる側、光が当たってない側、境目のこの境界線ですね、ここが一番暗く見えている。あとタッチの向きなんですけど、上から下へ向けてっていう流れだけじゃなくて、後ろから手前、向こうからこっちへですね、手前から奥へ、そういった向きもちょっと意識してあげます。細かいタッチですけれども、こんな感じで、例えば手前から奥へ向けて、一番暗いのがこの並びですね。この一番自分に近いあたり、はい、この辺が一番飛び出ているあたりで、そこから徐々に後ろへ向かって、
徐々に徐々に後ろに向かって引っ込んでいく。はい、今日はこんな感じでどうでしょうか。ちょっとライトの当たり具合で暗いところがあんま黒く見えてなかったですかね。はい、こんな感じです。はい、以上で今日はリンゴ1個描いてみました。それではまた。